黒崎さんと揉めたんでしょみたいです。OK、まあ分かったよ。じゃあとりあえず年内やれるだけやって、はい、他の内勤は新刊しかないって僕は思うんです。寒かったらみたいな感じ切られるじゃんっていう風になっちゃうし、切られるじゃんっていう風になってるし。呼び出される黒崎店長。結局黒崎さんに逆らったらなんかクビになるんじゃないのかみたいなのがなんか心配してたみたいなこと言ってたんで、好き勝手言ってきますからね。俺の知らないところで何が。ザ・ローランドショー開幕。ここは高額ボトルが飛び交う歌舞伎町屈指の人気ホストクラブ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そう、ローランドが経営するザ・シック。いいですか。いやいや全然。一番最初に社長を知ったのが社長の講演か何かの。10年前。10年だったら小学生でしょ。まさにホスト界のドリームチーム。月の売り上げ1000万オーバーなんて当たり前。だからこそ問題は深刻だった。俺たちは虫けらじゃねもし時間あったら後でお時間いただいてもいいですか。お話今だったら今です。はい。どうしたの。この日ローランドには従業員たちの個人面談が殺到した。悩みを打ち明けたのは黒崎ジオン。ホスト歴は6年。この店の立ち上げメンバーだ。あれ、ジオンさんまた掃除組になったんですか。いや全然掃除組じゃないです。あ、掃除組じゃないです。はい、看護師です今。はい、来月バースです。あ、そうなんですね。なんでこんな早く来たんですか、じゃあ。いや、いつも早いですね。そうなんで。暇なんで。なるほど。はい。気丈に振る舞って見せたジオンだったが、一体。担当直入に言うと、12月からちょっと内勤やりたいな。なんかちらっと聞いた。本当ですか。まあ1回は1000万売ってほしいなって多分さちょっと前に話したと思うの。はい。なんか1回はその景色見てほしいなって言ったの覚えてる。まあはい、覚えてます。なんかそこ目指して頑張って、で俺適性はあると思ってるから、ありがとうございます。いい内勤になれると思うからプレイヤーの気持ち分かんねえやつさ、やっぱ長年プレイヤーやってるとなんかこう売れない時の辛さとかさ、はい、なんか調子落ちてる時のなんか気持ちとかより分かるじゃん、はい、なんか俺いい内勤になれると思ってるよ。実はジオンはというと誰よりも下積み時代が長かった苦労人ホスト。じゃあ椅子OK です。じゃああとこれ横並び椅子で。なるほど。毎年売れっ子たちの撮影の時には自分の出番じゃなくても全て立ち会い、鬼軍曹の付き人のようにも見えた。ジオンさんは、はい、またあれですか、ヘルプですか。そうっすね。ヘルプって言っても別に何も言われてない、何も言ってないですけど、黒崎さんのアシスタントみたいな。まあとりあえず黒崎さんがいるところになんか俺がいるみたいな、なんすかね、とりあえずなんかこう使いやすいんじゃないですか多分。とはいえここに来て一月300万円を売り上げるなど絶好調。なぜ今裏方に。売れなくなるから辞めたいとかではないんですけど、なんだろう、今ホストとしては自分の中では
やりきったというか、まだ来月ありますけど、まだ違う形でお客様をなんか幸せにしたいなっていう気持ちがあって、いやでそれはもう前向きに、考えてるから、もしナイキになった時に、例えばキャストに指導する時に、いやこいつ1000万売ったことねえ、なんでこんな嫌そうに言われるんだろうって思う瞬間が多分ないキャストは絶対あるわけよ、だから別に1000万いけよって話じゃないけど、やっぱより実績があった方が、この人はもともと売ってた人だからって言ってスムーズに言うことを聞いてくれることはあるから、だからなるべく数字作ってから裏方に回るっていうのは俺結構いい選択だと思うから。来月一応バースデー月で、1000いけるか分かんないですけど、僕の中で、自己最高記録と、本当結構いい数字、僕の中で届くか分かんないですけど1000万ちょっと目指してて、OK、分かったよ。じゃあとりあえず年内やれるだけやって、で1月からかな。1月からですか。そうだね、年内とりあえず走り切って、行けるとこまで行くっていう。分かりました。はい。その翌月、ジオンは300万円以上売り上げ、ホストとしての戦いは幕を閉じた。悩みの種は尽きない。続いてはあと、タケの件聞いた？あれみたいな。僕はタケさんいた方がいいです。いた方がもちろんいいんだけど。辞表を出してきたのは、これまた鬼軍曹黒崎一派の黒崎作也だった。代わりに名乗りを上げたのは、店に入って3ヶ月の裏方スタッフ村山。黒崎さんと揉めたんでしょ？みたいです。だからでも、それを見て、やっぱり他の内勤は不信感しかないって僕は思うんです。誰に対して？黒崎さんに対して実際。なんで？切り方的に言ったら、じゃあ寒かったらみたいな感じ。切られるじゃんっていう風になっちゃうし、例えば僕はまだ何ヶ月じゃないですか。ただ早くとかだったら何年とかじゃないですか。だから駒として扱われて切られるんだったらって思っちゃう部分は絶対ある。極まりなくない？マジで意味が分かんない。お前遅刻してきたの？帰っていいよ、マジで。ありえない、普通に帰っていいよ、マジで帰っていいよ。猛獣のようなホストたちを手なずけ仕切る歌舞伎町一の仕事人、鬼軍曹として一躍時の人となった黒崎店長は、いつしか陰で独裁者とささやかれる存在になっていた。全然僕は黒崎さん好き嫌いとかの話じゃなくて、店を引っ張っていく上でパワープレイとか絶対必要じゃないですか。なんかね、嫌われ者になる位置って絶対必要で、ただ知らない案件も多すぎていきなり飛んでくるみたいなは僕はあんまり食らってないですけど、例えば塾に言っといたよみたいなので何も聞いてないパターンとか。 OK、 交流してます。黒崎さんとも話してみるよ。知らないことが多すぎる。内勤の口から咳を切ったように不満があふれ出す。話題はどんどん生々しくなっていく。実際評価って会社が、自分自身を評価してそれに対して戻ってくるリターンっていうのが僕は給料だと思ってるんで、内勤の昇格基準に関しては、多分明確にあって、多分そんなに悪い給料設定ではないと思うよ。多分ビギナーで最初から入ったスタッフで、それでプラス仕事ができちゃった場合って大体内勤ってできないまま入ってきて、学んで上がっていくから、結構そのスライドが結構心地よかったりするんだけど、他のスタッフに対しても俺は水商売の中だと仕事ができるよりも若干上の価値観でどれだけ長くいてくれてるかっていうのを結構俺は大事にしたい、会社として。業界の特性上ね。自分の評価が低すぎる。これはお金の問題じゃない。僕と黒崎さんに喋ったんですけど、入店時ですけど、僕入った以上同業他種に舐められるの嫌いなんで、やっぱやるなら一番目指さないと意味ないんで、その内勤だろうがなんだろうが、
ちゃうんですよね、壁に。なんかそんな感じなのかなみたいな。じゃあ俺無能なのかなみたいな。無能だとは思ってないよ別に。なんか、今伝えたようにその評価基準が、若干一般企業と違うっていうところで、そこだけ理解してれば多分そんなに変な状況ではないと思うし、多分うちの内勤の給料は結構高いと思っている。給料はローランドが経営者として決めたこと。それよりも今、黒崎店長がブラックボックスだ。一体どうなっているのか、本人に迫る。なんか昨夜が辞めることに関して村がなんか結局黒崎さんに逆らったらなんかクビになるんじゃねえのかみたいなのがなんか心配してたみたいなこと言ってたんで、好き勝手言ってきますからね。村もなんか多分そういうところがあるんでしょうね。なんかその店の不満とかを結構言いがちなところはあるんだと思いますけど。まだ入ってきたばっかじゃないですか。ここまでの苦労を分かってない子には仕事できますか普通に。なんですけど、言ってることは別にまともなんですよ。ごもっともなんですよ。ただそのコミュニケーションがキャストと取れてないところで、俺とかって結局、社長さんですけど、結局今いる主要メンバーが新人の時から見てきてるじゃないですか、逆に今入ってきた子たちの方が見えてないんで、今主要のメンバーとかは今までの関係があるから、俺らが言うのと彼が言うのって同じ当たり前のことでも受け入れ方が全然変わってくるから、言ったことはまともなんですよ彼も。作造の件に関してはちょっとあんまり言われたくないですね、外野に。俺は個人的に俺からしたら業務放棄になっちゃうんで、彼がマネージャーなのにもうしょっちゅう連絡つかねえとか、そういうのがすごかったんで。なるほど。発表がありますので、黒崎インター副店長のご来店をお願いします。ローランド社長が戻ってこれる時のためにザ・クラブっていうお店だったんですけども、そのザっていうお名前をそのまま借りてザ・シックっていうお店をオープンする運びとなりました。そう、ここはコロナ禍で一度解散したローランド・チルドレンと共に黒崎店長が立ち上げた店。ホストたちを率いるのは一筋縄で行くわけもなかった。タクシー乗せちゃったの？いや、普通じゃねえよマジやってることお前。鬼軍曹を買って出た熱い思い。そしてその辛さが分かるのか。分からないならまずは従え。ただそれだけだった。そんな中、黒崎一派の内勤がまた一人辞めてしまう。長年連れ添った若者が去っていくことへの隠しきれない本心を鬼軍曹は横顔で物語っているようにも見えた。